売り込みではなくて居心地の良さを提供している。聞かなくてもいいことは質問しない。お客様が欲しいものを理解できたんだったら欲しくないものも理解できたっていうことです。今回あえて一流と二流という言葉で表現していきます。接客の一流とか二流は人が勝手に作った定義、そんな線引きはそもそもないんです。でも接客にレベルの差はありますよね。ハイレベルな接客をする販売員さんはどんな価値観で仕事をしているのか。まず二流の接客というのは自分の価値観で接客をすることです。自分だったらこれをされたら嬉しい、これをされたら嫌だ、あのお客様も私と同じ価値観なんだろうな、そう思って接客をする。自分だったら商品知識が豊富な販売員さんに接客されたいから商品知識をふんだんにご案内していこう。自分だったらしつこくアプローチをされたくないからアプローチは極力控えめにしていこう。自分がされて嫌なことはしない、されて嬉しいことをする。これ大事な考えだと思います。あえて言うとこれ二流です。なぜなら自分の価値観に当てはまったお客様にしか売れないから。私自身はあまり店員さんと話したくないタイプでもそのお客様を話したいタイプ、これ合わないですよね。私自身は商品知識を大事にしたいタイプでもそのお客様はそんなの関係ない、似合うか似合わないかだけ、これ合わないですよね。実は私も過去に自分の価値観だけで接客をしてしまっていたことがありました。当時統括マネージャーをしていた時に大阪の地区も担当していたんですね。大阪地区のお客様って自分が主にユーモアを大事にした接客を求めるお客様が多いなって思いました。ただ当時の私はとにかく礼儀正しくきっちりした接客を大阪のお客様にもしていたんですよ。ファーストアプローチをしてセカンドアプローチをするぐらいで大体振られちゃうんですよね。なんだこの関東人、なんか面白くねえな、そんなことは言われてないですけども、他の大阪の販売員さんとは和気あいあいと話してるお客様なのに私だけにはなんかうまく入り込めない、うまく接客ができない、そういうスランプがあったんですよ。これはまさに自分の価値観で接客をしていたからなんですよね。そのお客様はどんな接客を求めているかではなくて、とにかく自分のスタンスで売ってやろうと、だから通用しない接客だった。ではここでいう一流の接客とは何なのか、沼は何が言いたいのか。それは目の前のお客様、そのお客様の価値観に合わせて接客をするんです。これ超大事なことなんで一つ一つお話ししていきます。今回の内容が少しでもいいな、参考になった、そう思っていただけた方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。テクニック1つ目、あえて近づくかあえて離れるか。一流とはこの距離感が巧みなんです。そのお客様に合わせた距離感をとって接客します。お客様、何かあればお声かけくださいね。特に売り上げで焦ってると売り込みたくなって距離感がどんどん近づいちゃう。でもここで一流の接客とは一旦立ち止まります。スマホを見ながら回遊されてるってことはそのお客様は何を求めてるのかな。スマホからの情報をもとに店内を見たい、そう思ってるんだよね。何かあればすぐに対応いたしますね。こんな一言を添えることでそのお客様に対して売り込みではなくて居心地の良さを提供している。これがテクニックです。お客様、そちらの商品気になりますよね。ありがとうございます。先日入荷したばかりでございまして。そうなんですよ。色違いの方も悩みますよね。ありがとうございます。あ、そうですね。今日は春物でお探しなんですか。あ、そろそろ気になりますよね。そうですよね。あ、全然ご試着いろいろしていただきますので、はい、どうぞご案内いたしますね。こちらでございます。お客様が明らかにモチベーションが高い時はあえて距離をぐっと近づける。これができないと売れる時に売れない。どういうマインド視点で考えるかというと、お財布事情を勝手に決めないってことです。私だったら買っても2万だな、そう思っててもそのお客様は最低でも5万円は買おうとしている。これミスマッチですよね。あなたの経済事情で勝手にお客様を決めつけないってこと、これも大事です。自分の取りたい距離感ではなくてお客様が求めているであろう距離感に近づく、離れる、これをやっています。2つ目のテクニック、 Q&A をいかに減らすか、 Q&A をいかにしないか。自分が話したいことを話す。自分がいつも言っている定型文をこのお客様にも言う。それはあなたがしたいことですよね。お客様が求めていることですか。お客様、ちなみに当店無料でラッピングができますが、ラッピングしてもよろしいでしょうか。
それではお客様、お包み少々お時間いただきます。そちらのソファーでおかけになってお待ちくださいませ。お客様との会話を覚えていて、聞かなくてもいいことは質問しない。Q&A をなるべく減らして、心地の良い会話を意識します。3つ目のテクニック。ノーが言える接客をする。とにかくイエス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 。強化アイテムを売り込みたい。トレンドカラーをお勧めしたい。自分がイエスと言う、イエスと言ってもらうような接客をする。そうじゃないんですよ。お客様が欲しいものを理解できたんだったら、欲しくないものも理解できたっていうことです。イエスが分かったんなら、ノーも分かったっていうことですよね。だからお客様がニーズに合わないものを悩んでいたら、こちらからしっかりノーと言って差し上げることです。そうですよね。今年もついつい気になりますよね。でもここ2、3年来ていただいてて、それでも似合わない、そう思うなら、今年のトレンドかもしれませんが、やめておきましょう。お客様、今日お召しのように、ビビッドなカラー、すごくお似合いなので、当店でもおすすめのビビッドカラーございます。そちらぜひ試してみませんか？絶対そっちの方がお似合いになると思います。確かに気になりますよね。でもお客様、今日はお仕事で着れるカチッとめのお洋服、とにかくお探したということで、今日はそのオーバーサイズはちょっとやめときましょう。そうですね。今日はまずこちらのスタイルがよく見えるカチッとめのデザイン、先に試してみませんか？ぜひそうしましょう。自分が売りたい服を提案するのではなく、お客様のニーズに合わせた接客をする。それを常に意識していれば、自然とノーをする機会もあります。ここまで聞いていただいた方、ありがとうございます。距離感とか Q&A とかノーを言うとか、そんなの考えてらんねえ。そんな回りくどいことをせずに、私は一流の接客がしたいんだ。そう思った方、シンプルな接客方法、実はあります。どんなお客様にも好感を持たれる接客。そしてこれは初心者の販売員さんでもできることなんです。たとえ初心者だろうが、一流の販売員のように好感を持たれる接客方法。それは、一生懸命さです。一生懸命さ。全力で接客していますかってことです。お客様ありがとうございます。こちらのサイズ違いですか？かしこまりました。すぐにお持ちいたしますね。少々お待ちくださいませ。お客様ありがとうございます。すごくお似合いですね。はい、すごくお似合いです。ちなみにお客様、私、こちらお客様にすごくお似合いになるかなとお持ちしたんですけども、いかがですか？こういうのあまり着ないですか？すいません、失礼しました。ゆっくりご利用になってくださいね。ありがとうございます。どんな価値観のお客様でも一生懸命な人物には心が動く。私はそう思います。最近店内を駆け回るほど一生懸命な接客できていますか？これすごく大事だと思います。テクニックも大事ですが、お客様に尽くしたいというこのサービス精神、このマインド大事にしていきたいですよね。今回の内容が少しでもいいな、参考になったらそう思っていただけた方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次回ありがとうございます。